大手旅行代理店に転職した俺の歓迎会は高級焼肉店で行われた。その最中、中卒の俺を見下す課長がニヤニヤと口の端をつり上げながら俺をバカにしてきた。中卒なんかにこんな高級な肉はもったいねえだろ。お前は匂いだけ嗅いでろよ。課長は得意げにそう言って下品な笑い声を上げた。周りの同僚たちは申し訳なさそうにしながらも上司の顔色を伺って黙り込むだけだ。課長が上層部の親戚で逆らえば待っているのが左遷だと分かっているからだろう。だが俺は戸惑うことなく声を上げた。課長が原因で課の業績が落ちています。課長はこの会社の癌です。課長はそれに激怒したが、明かされた俺の正体に彼は血相を変えることとなった。俺の名前は東野太一。幼い頃に両親が離婚し、俺は母親に引き取られて育った。母は懸命に働いてくれたが、それでも生活は苦しく、中学を卒業すると俺は家計を助けるために旅館で働くことにしたのだった。布団の上げ下ろしから館内の掃除、食事の配膳や片付けまで、旅館の仕事はとにかく重労働でやることも多く大変だが、まかないが出るところはとてもありがたい。中井さんや板前さんも親切で、まるで親戚の子供のようにして俺を可愛がってくれた。それに、俺には旅館の仕事が向いていたのだと思う。月日が経ちできることが増え、様々なお客様と接するうちに、俺はこの仕事の楽しさに目覚めていった。お客様のことを考え、そのニーズに応え、時には先回りをしてできる限り気持ちよく過ごしてもらえるよう心を砕く。何より、もてなしに満足していただいたお客様からのありがとうを聞くと、俺はそれまでの苦労が一気に吹き飛ぶくらいに充実した気持ちになるのだった。そして早く一人前になれるよう、ますます仕事に精を出し、またその働きぶりを旅館のトップである岸辺社長に気に入られた俺は、10年目の節目になんと支配人へと抜擢された。異例の出世と騒がれはしたが、おおむね周囲も好意的に見てくれて、俺はその期待に応えようとそれまで以上に一生懸命働いた。そして支配人へと昇格して1年が過ぎる頃には、旅館の評判も口コミサイトの接客部門で1位を獲得するほどとなり、岸辺社長とも強い信頼関係で結ばれるようになったのだった。だがそんなある日、俺は岸辺社長から直々に一人の男性を紹介される。快活な笑顔を浮かべて若輩の俺にも丁寧に接してくれるその人は木戸と名乗った。はじめまして、木戸と申します。あなたが噂の敏腕支配人ですか。あなたが支配人になられてから、この旅館はさらに素晴らしい癒しの空間となりましたね。渡された名刺には、この旅館の提携先の一つでもある大手の旅行代理店の社長とある。何でも岸辺社長とは旧友らしいのだが、そんな人物が一体俺に何の用なのだろうか。内心で戸惑う俺に、木戸社長はそのはっきりとした目元をわずかに曇らせて事情を話し始めた。恥ずかしい話なんですが、私が社長を務める会社で著しく成績が悪い部署がありまして、なんとかテこ入れをしようにもまず原因がわからないのです。それで困っていると岸辺さんに伝えたら、すると木戸社長の視線を受け、今度は岸辺社長がその後を引き継ぐ。君を呼んだのは他でもない。東野くん、彼の会社に潜入してその原因を調べてほしいんだ。潜入ですか？俺は驚きのまま声を上げ、岸辺社長を見合った。だがそんな俺を尻目に岸辺社長は冷静にうなずく。木戸の話を聞いて二人で話し合ったんだよ。やはり社員と同じ目線で物事を見られる人物に実際に中に入ってもらうのが一番いいんじゃないかと。それで私は君を推薦した。私ですか？そんな潜入なんて大それたこと。困惑して眉を寄せる俺に岸辺社長が笑った。何を言う。君は目端が利くし頭の回転も早い。
何より人の懐に入るのが抜群にうまいだろう。その絶妙な距離感の取り方はうちでも非常に重宝している。潜入にはぴったりの人材だよ。聞けばその間のこちらの仕事は副支配人に任せることになっているという。君がいれば確かに仕事はよく回るが、そろそろ後輩を育てる頃合いでもあるしね。何、そんなに気負わず、しばらく別業種の勉強だと思えば。俺は岸辺社長のことをとても尊敬している。けれどこの時ばかりは他人事だと思って、と少しばかり恨み事を言いたくもなった。だが俺の春巡をつくようにして、今度は木戸社長が口を開く。無理を言っていることは重々承知しています。ですが、あなたのような人がいれば、我が社もきっと何かが変わる。そう思うのです。すべての責任は私が負います。どうか我が社を助けると思って。そうして木戸社長は俺に深々と頭を下げてきた。俺は慌てて顔を上げるように伝え、それから一泊後、ゆっくりとうなずいたのだった。私でよければやってみます。俺の返答に両社長がほっとしたように笑顔を浮かべる。ありがとう、東野くん。よし、君ならできる。君がさらに一回り大きくなって我が旅館に帰還するのを楽しみにしているよ。はい。なんだか大変なことを引き受けてしまったなぁと今更ながら後悔もしたが、それでも尊敬する岸辺社長とその旧友のため、俺は一肌脱ぐこととなったのだった。そして2週間後、俺は早速九段の部署へと配属された。ちなみに旅館では実家の母の具合が思わしくないということで、しばらく仕事を離れると話してある。心配の言葉をかけてくれた同僚たちと、今も元気に暮らしている実家の母に心の中で謝りながら、俺は慌ただしく引き継ぎを終えた。旅行代理店と聞くと、まず思い浮かべるのがカウンターで接客するスタイルだが、俺の配属された部署はアウトセールスといい、主に会社の社員旅行や学校の修学旅行のプランを考え、相手先へ売り込む部署だ。一件決まれば売り上げも大きく、それにそこで顔を売っておけば翌年以降の仕事にもつながりやすいという、会社自体の売り上げにもかなり影響を及ぼす花形部署でもある。そして配属1日目、俺は自己紹介で自身が中卒であることを明かすことにした。理由はそもそもが嘘をついているため、細かいところは逆に本当のことを言った方が真実味があると踏んだからだ。そして言葉には出さないまでも、相手が自分より下だとわかると、人は思いのほか口が軽くなるということを俺は今までの経験で知っていた。俺の自己紹介に同僚たちはやや面食らいながらも特に反応は示さなかった。だがただ一人、部署の課長である今井だけは、早速バカにしたかのようにして俺のことをけなしにかかってくる。中卒だと中卒が何しにここへ来たんだよ。いくら人がいないからって中卒のやつをよこすだなんて、俺たちをバカにしてんのかよ。初対面の、それもこれから部下になろうという人に対しての言葉とはとても思えないその言い草に、俺は思わず目を見張ってしまった。そしていくら課長とはいえ、彼のこの言動を周囲の人間は止めないのかと思い、同僚たちを見回したが、みんな気まずそうに俺から視線をそらす始末。しんと静まり返ったフロアに今井課長の暴言だけが響いている。なんで部署一の売り上げを上げているこの俺が中卒なんかと一緒に働かなくちゃいけないんだ。そこまで言われてもヘラヘラとして黙っている俺を目論見通り今井課長は完全に自分より下の存在だと判断したらしい。お前、中卒でろくに仕事もできねえんだろうから、俺の邪魔だけはすんなよ。俺を睨みつけてそう凄むと、今井課長はようやく自身の席へと戻っていったのだった。明けて翌日、金曜だったこともあり、早速俺の歓迎会が催されることとなった。しかも会場は付近でも有名な高級焼肉店だ。
すごいですね。大手ともなると歓迎会もこんなお店だなんて。デスクが隣ということで何かと会社のことを教えてくれる同僚にいかにも驚いたとばかりに俺がそんなことを言えば、同僚は曖昧に笑った後、悩ましそうな顔をしてちらっとこちらを見合ってきた。ここさ、実は今井課長のお気に入りで、完全に予算オーバーなんだけど、あの人ここにしないとめちゃくちゃ不機嫌になるから。俺の耳元で同僚はこっそりそんな裏事情を教えてくれる。昨日も何も言えなくてごめんな。驚いただろう。今井課長、うちの上層部の親戚でコネ入社らしくて、あの人に盾ついたら即左遷だってもっぱらの噂なんだよね。すまなそうに頭を下げてくる同僚に、俺は気のいい顔でいえと首を振った。そうなんですね。それはなかなか大変ですね。眉根を寄せた俺にうなずき、東野くんも気をつけろよ、と同僚はひそひそと忠告してくれる。なるほど、どうやら会社の花形部署はあの今井課長に牛耳られているらしい。俺はその後も注意深く周囲を観察しながら、歓迎会ではわざと今井課長の近くに席を決めた。そして案の定、酒も入り、さらに気が大きくなったらしい今井課長は、こちらの肩に慣れ慣れしく腕を回しながら、ニヤニヤと口の端をつり上げて俺をバカにしてくる。なあ、東野、お前中卒ならこんな高級な肉食ったこともないだろう。ああ、どうせ食ったところで味の違いなんかわからねえか。一人勝手に注文したコース外の特上ロースをまるで見せびらかすようにしながら、彼は俺に酒臭い息を吐いて絡んできた。そのまま今井課長はその肉を独り占めして食べきると、行儀悪く唇についた油を親指で拭い取り、俺を一別する。中卒で味の違いもわからんお前に食われる肉もかわいそうだよな。だからな、お前、もう匂いだけ嗅いでろよ。そう吐き捨てるように口にすると、何がおかしいのか今井課長はゲラゲラと下品な声で笑い続ける。周囲の同僚たちは昨日と同じように気まずげな顔をして視線をそらすばかり。だが彼らの目の奥に含まれた苛立ちや怒りを俺は見逃さなかった。そして俺は翌週から本格的に今井課長の素行調査を始めた。あの歓迎会で一通りの人となりを把握していたため、まずはおしゃべり好きと当たりをつけた同僚をランチへと誘い、さりげなく水を向けてみる。最初は渋っていたその同僚も、ランチを食べ終わる頃にはとても滑らかに口を割ってくれた。またその同僚を視点として幾人かに同じように声をかける。さらにここだけの話と言いながら今井課長のことを聞けば、案外簡単にみんな話をしてくれた。もしかしたら彼らももう我慢の限界に達していたのかもしれない。あの調子で俺らに仕事を押し付けてサービス残業させるんだよな。今井課長絶対に定時で上がるの。なんでかって？取引先と接待三昧なのよ、あの人。それも気に入った女性社員を無理に同行させて無料のホステス扱いするのよ。今井課長さ、確かに部署内でも成績は一番なんだけど、あれ、俺らの売り上げを横取りしてるからなんだよな。でもほら、下手に反抗しようものなら待っているのは即左遷っていう。すると、まあ悪行の数々が出るわ出るわ。予想以上に今井課長はこの部署でやりたい放題をしているらしい。それに、ことあるごとに彼は俺を自分の席に呼びつけ、あることないことあげつらい、時にはミスをでっち上げ、わざわざフロアに響き渡るくらいの大声でこちらを罵倒するのだった。何も言わずにひたすら頭を下げる俺を勝ち誇ったかのような顔で見下してくる今井課長。彼の感触が俺に集中しているせいか、同僚たちが理不尽に怒鳴られなくなったのがせめてもの救いだろうか。連日の暴言を適当に聞き流しながら、俺は冷静にこの後の段取りを考えていた。そして1週間後、役付きの社員たちによる会議が急遽行われることとなった。
資料をまとめていた俺が遅れて会議室へと顔を出すと、そこには九段の今井課長の姿もある。彼はひょっこりと姿を現した俺にあっけに取られながらも、その直後には、中卒が来る場所じゃないぞ、さっさと引っ込め、といつものごとく俺を叱責してきた。だが俺は生きり立つ彼に向かってにっこりと笑うと、通りの良い声で毅然と言い返す。引っ込むのはあなたです、今井課長。はあ？なんだその言葉は、上司に向かって。怒る今井課長を放っておいて、俺はその場にいる木戸社長をはじめとしたすべての社員に先ほどまでまとめていた資料を素早く配った。はあ？なんだこれ。その内容に最初に反応を示したのは他でもない今井課長本人だった。気弱な中卒だと完全に見下していた俺が、今朝までとは打って変わって堂々と振る舞い始めたことにいぶかしげな視線を向けていた彼だが、配られたその資料が自身の悪行の事細かな記録だと早々に察したらしい。お前。言葉をなくしたようにして今井課長はその場に立ち尽くす。青ざめたその顔を見やりながら俺は種明かしを始めた。東野太一と申します。私はこの会社に先日中途採用されたこととなっておりますが、実際はそちらにいらっしゃる木戸社長のご依頼で潜入調査を行っていました。潜入調査という言葉に役員たちがざわつき出す。それは事実ですか？ああ、間違いない。私が給油を通じてこの東野君にぜひにと依頼した。木戸社長の公邸にさらにざわめく社員たち。その雰囲気を断ち切るようにして俺はゆっくりと口を開く。営業一課は会社の花形部署なのに、ここ1年ほどは成績が著しく落ちていたそうで、私はその原因を探っておりました。そして私はそちらの今井課長こそがその原因であるとここに断言します。役員たちが困惑しながらも俺のまとめた資料に目を通しては口々にこれはひどいなどと眉を潜めている。そしてその中の一人、確か専務の職についている人物は今井課長同様顔を真っ青にして額に冷や汗を浮かべていた。ああ、さてはあの人は今井課長の親戚か。俺はそう察しながらも口頭でも調査報告を行っていく。今回の調査で判明した事例は以上です。ですが、これはきっと氷山の一角。中には今井課長の行いに耐えかねて、すでに辞職した社員も数名いるとのことですので。こんなのは全部デタラメだ。茶番だ。クソ。中卒のくせに俺をバカにしやがって。冷静な口調でそう告げた俺に、それまで立ち尽くしていた今井課長が全身を震わせながらそう叫んだ。そして彼は机を蹴り飛ばしながら俺に殴りかかろうと距離を詰めてきたが、駆けつけた警備員によってその拳はあえなく無効化された。それでも暴れ続ける今井課長の様子に皆が騒然とする。見ての通りです。俺はその場の視線を集めるようにして再び声を響かせた。自分のことしか考えず傍若無人に振る舞う上司の下では、部下は本来の能力を発揮できないばかりか必要以上に萎縮してしまう。そんな不健康な職場環境は今すぐ改善すべきだと私は考えます。一息でそう言い切り、頭を下げた俺を木戸社長が満足げな表情で見合ってくる。そんな木戸社長の様子から自身に課せられた任務がどうにか及第点に達したことを察し、俺はひとまず心の底から安堵したのだった。さてその後、今井課長がどうなったのかといえば、この後、俺の挙げた調査報告をもとに、改めて社員たちへの聞き取りが大々的に行われ、今井課長の行いはすべて白日のもとにさらされた。そして彼は取締役会にて、地方営業所への左遷を言い渡されたらしい。また彼をコネ入社させた親戚の役員も、監督不行き届きとして、その責任を取って辞任したとのこと。さらに後日、旅館を訪れた木戸社長からは、おかげで会社を正常化できた
という丁寧な感謝の言葉とともに本気の引き抜きを持ちかけられたのだった。東野くん、このままうちで働きませんか？あなたなら絶対にうちで活躍できる。ほら、いい加減にしないか。だが途中で割って入った岸辺社長が思わずと言ったように自身の給油をたしなめる。いくらお前の頼みでも東野くんはやらんぞ。彼はこの旅館の大事な従業員であり、わしの懐刀でもあるんだからな。社長。尊敬する岸辺社長からかけられた言葉をかみしめ、俺は木戸社長に頭を下げた。ありがたいお誘いではありますが、私はやはりこの旅館の仕事がとても好きなんです。それに岸辺社長からもまだまだ学ぶことはありますし。そう言って微笑む俺を見て、木戸社長もようやく諦めてくれたらしい。それでも転職するなら私はいつでも大歓迎だ、などと言い置いていった彼は、自身の会社をより良い環境にするべく、今も辣腕を振るっているそうだ。そして俺は無事、旅館の支配人形へと復帰した。ありがとう。噂にたがわぬ素晴らしい接客だった。おかげでいい思い出になったよ。こちらこそ当旅館をご利用いただき誠にありがたく思っております。またのご利用を従業員一同心よりお待ちしております。チェックアウトをする男性客のそんな言葉に俺は心から頭を下げる。やはりお客様からのありがとうは俺にとっては何よりの喜びだ。手を振り去っていくその背中を見送りながら、俺は改めてこの仕事にやりがいを感じ、忙しくも充実した毎日を送るのだった。